ラディホー、キャラ声でー。村娘の M ちゃんやで。今回はアニメ汎用のやさ姫で、この設定はおかしいんじゃないかと噂されていた麒麟丸と龍骨星のどっちが東を統治していたのかについてお話ししていこうと思います。西は犬の大将、東は龍骨星ってやつやな。確かに麒麟丸が出てきて、どっちが東を統治してたのかわからんまんまやんな。そうなんです。気になって仕方ないし、このチャンネルのコメントでも未だにわからないんですけど、東を支配していたのって龍骨星と麒麟丸どっちなんですかねって気にしてる方も多いみたいです。結局どっちなんだということで、私キャラコ龍骨星に関する漫画、アニメ、映画、図説大全奥義怪伝、犬夜叉設定資料集、高橋留美子本などなど現在手に入れることができるたくさんの公式資料を買い集めて確認してみました。どっかにちょろっと載ってることもあるもんな。早く教えてーな。それでは今回もレッツ夜叉講。やさこー。龍骨星と麒麟丸。それでは龍骨星と麒麟丸についても合わせてご紹介していきますね。やさ姫から見始めた人は、龍骨星何それ美味しいのやし、やさ姫見てない人は、麒麟丸誰それ強いんってなるもんな。まず龍骨星は犬夜叉に登場した大妖怪です。龍の妖怪でまがまがしい人間のような顔が刻まれていて、超巨大な図体をしています。体は鋼よりも硬く、心臓を貫かれても死にません。200年ほど前に犬の大将と戦い、大将の爪にて封印されていましたが、奈落の手によって封印は解かれ蘇りました。へえ、龍骨星は犬の大将の牙じゃなくて爪で封印されてたんやな。そうなんです。犬夜叉が強くなるためのステップとして、父を超えないといけないということで、封印されている龍骨星の元へと向かいます。封印されてるから寝首をかけばよかったのに、犬夜叉はそんなん嫌やって言って、奈落が封印解いたから戦うことになってたよな。そして龍骨星との戦いで爆流波を得得した犬夜叉は龍骨星を打ち砕きます。ちなみに犬夜叉のエンディング、深い森で描かれ、殺生丸様が見つめてたのが龍骨星です。殺生丸が眩しすぎて殺生丸以外目に入らんかったわ。犬の大将のお墓も描かれているので、龍骨星と犬の大将がライバルであると思っている方もいるようです。麒麟丸は犬夜叉時代には登場してなくて、汎用の夜叉姫にて登場した妖怪です。犬の大将と並び立つ獣王であり、東の地を治めていました。司教の幼獣たちを束ねています。何を考えているのか謎で、殺生丸と凛の双子の娘、トワと刹那、犬夜叉とカゴメの娘、モロハが倒すべき相手として配置されている敵キャラであり、本当に悪者かどうかっていうのは現在定かにはなっていません。麒麟丸と殺生丸の目的について気になってる方は、こっちの動画も見てみてな。麒麟丸と龍骨星のどっちが東を統治していたのか問題。麒麟丸と龍骨星のどちらが東を統治していたのか、ツイッターでも混乱しているようで、今、夜叉姫の4話を見てるんだけど、東の支配者として麒麟丸の名前が出てきたけど、龍骨星はどこ行ったの？もしかしてパラレルワールド？といった声や、あれ？東を治めてた麒麟丸？東を治めてたのは龍骨星さんではいなかったことにされてる？龍骨星が東のボスだった気がするのに、設定変えすぎでしょ。旧作では龍骨星が東を支配してたと言われてたけど、具体的には東にある武蔵の国みたいな地域限定だったことになるんだろうか。西は犬の大将、東は龍骨星って設定どこ行ったんだよ。という声が上がっていました。確かに、急に東を統治してた獣王やって4話で説明されて、はぁってなったわ。東を治めてたんは龍骨星や何言うてんのって。そうなんだよね。犬夜叉見てた人はなんでってなったと思います。キャラコもそう思ってたし、疑いもしませんでした。しかし、このチャンネルの視聴者さんから、龍骨星が東を支配してたってどこに記載があったんだろうというコメントをいただきまして、ハッとしたので、今一度ちゃんと確認してみたんです。どうやったん？
龍骨星が東を統治していたという事実は一切ありませんでした。嘘やん。だってウィキペディアやピクシブ百科事典、ウィキとかにはかつて東を支配していたって書いてんねんで。おかしいやん。確かに龍骨星はかなり強くて、犬の大将ですら封印するのがやっとで、とどめを刺しきれなかった存在であり、この龍骨星に受けた傷が元で犬の大将は亡くなられたと明賀が言ってるほどです。しかし、原作では一度も東を統治していたとは明記されていないのです。東の龍骨星って言われてたんはガセやったってこと？アニメでは、龍骨星は武蔵の国を焼け野原にできるというセリフが追加されていましたが、支配していた、統治していたという言葉はありませんでした。ということは、武蔵の国を焼け野原にできるっていう言葉が一人歩きして、東を焼け野原にできるイコール東を支配イコール東の大妖怪イコール東を統治しているみたいな感じになったってこと？そのようですね。ネットにかつて東を支配していたとたくさん書かれているので、その情報が間違って伝わっていって、西は犬の大将、東は龍骨星って思ってる人が多かったみたいです。なるほどな。完全にそうだと思ってたわ。キャラコも以前そうだと思って紹介してたことがあったので、間違った情報をお伝えしてしまっていました。本当にすみませんでした。しかし、まだ見ぬ何かしらの公式資料に龍骨星が東を統治していたと記載があった場合はお知らせいただけると嬉しいです。さすがに昔のサンデーに書いてましたとか言われても手に入らんもんな。そうなんです。もし記載を見つけたら Twitter の DM やリプで教えていただけると幸いです。今のところどこにもその記載がないので、夜叉姫でこれから新設定として龍骨星のことが出ない限り、龍骨星は東の大妖怪ではあるけれども、東を統治していたのではなくて強いだけだったということで、このチャンネルでは統一していこうと思います。強いだけやった。じゃあさ、その中央麒麟丸と大妖怪龍骨星、結局どっちが強いん？武蔵の国を焼け野原にできる龍骨星と東を統治していた麒麟丸なので、この設定を考えると麒麟丸の方が強いということでいいんじゃないでしょうか。ということで、龍骨星は東の大妖怪で東を統治していたのは麒麟丸という結論に至りました。気になってたからはっきりしてよかったな。麒麟丸もいいキャラしてるから、これから東を統治してる感がどんどん出てきたらいいですね。今のところ船に乗ってるだけやもんね。犬餌が好きな方も夜叉姫が好きな方も気軽にコメントしていってくださいね。評価もついでにポチッと押していってほしいで。そんでうちらのこと気に入ったらチャンネル登録してくれたらもっと嬉しいで。それではご視聴ありがとうございました。次回の夜叉講でお会いしましょう。バイビー。